はい、ついてこれないんですけど大丈夫です。前もこのふりしました。あ、そうですか。ワンパターンですいません。どうも甲賀源之助役の鳥海浩介です。皆さんこんにちは、かげろう役の早水梨沙です。皆さんこんにちは、はじめまして、室賀兵馬役の宮林康です。いい声だ。いい声だ。そして明絹役の渡辺美沙です。いい声だ。ということで、はい、今回はですね、我々の中で男女キャラともに人気ナンバーワンですよ。そうですね。もう兵馬さんとは合わなかったので全然絡みがなかった。全然なかったから今日なんか不思議な感じで、あ、兵馬さんと隣に座ってる感じがするの。マイクではね、並んで喋ったこと絡んでない。絡んでないから。兵馬が死んでから明絹さんが初めての絡みがすごい熱烈な絡みでしたからね。死んだ後だね。死んだ後に。ちょっとここで簡単にご自分のねキャラを説明していただこうかなと。ですね。甲賀万事谷の重鎮で、唯一20人衆の中で実はこの源之助さんと血の関係が血族なんですよね。おじさんなんです。本当の血の通ったおじさん役。うちのお母さんの弟ですね。はい。まあ年はちょっとわからないんですけども、かなりみんなには尊敬されてるみたいです。そして明絹さん。兵馬さんはすごい大人の役でしたけど、甲賀組で伊賀での大人の役でしたね。私ね、明絹はみんな母のようなね、そうそうみんなのことを思ってて、でおぼろ様をいつも心配していて、すごい素敵な大人の女性だったなと。明絹さんがいなきゃおぼろちゃんかなり救われなかったですよね、途中からなんて。本当に孤独でしたよね。だから明絹がいなくなって帰ってきておくれっていうおぼろちゃんがすごい痛々しい感じしました。残ってるのがね、どうしようもないうっかりさんとかうっかりさんとかね、そんな感じでですね、ほぼ30分ぐらいですけども、今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらのコーナーではですね、そのキャラではなく演じてくださってる方、その本人いろいろね探っていこうかなと根掘り葉掘り思います。で、今回は兵馬役の宮林さんに、いやちょっとマシンが動いて、恋愛。僕ね、どちらかというとずっと女性が苦手で、本当に女の子と2人で喋ったことなかったんですよ、ずっと。でお芝居やるようになってからいるじゃないですか、女性がいっぱい、その世界。それで徐々に慣れてきたんですよ。で大好き。今は超大好き。自慢じゃないですけど、隣の中学からラブレターとか来たんですよ。いや本当に来たことあるんですよ。誰これみたいな。だって知らないじゃないですか。かっこいい硬派ですよ。硬派で中学塾目覚めた途端誰も近づかないんですよ。怖いんですよ。ギラギラしちゃったのかな。その頃もうギラギラ光ってておでこじゃないんですよ。でも本当もうちょっといやヘルプ呼ばないでください。デートした時っていうのはじゃあこうわーっと喋る方なんですか？これがね喋らないのよ。デートの時は喋らないんだ。喋れない、喋られない。じゃあでも自分と合うなと思う女性ってお付き合いしててあるじゃないですか。喋る女性のが楽なんですか？それとも聞き役の女性のが楽なんですか？あんま静かな方は逆に得意じゃないんですけど、これの話を 100% 聞かないと嫌いですね。お前も喋ろよ、俺も喋るから、どっちが喋るか競争しようみたいな。みたいな。そういう感じなんだ。だから魚健さんなんだ。そう腰がまた違いますって。デートの話ぐっと戻ると、初めて行ったのどこだったかな。僕札幌出身なんですけど、札幌の100年記念塔っていうのがあるんですよ。行った時土砂降りの雨ですよ。静かでよかったな。でも喋ってるんですか？僕はね、雨を話題にしながらこうベラベラ喋って、雨についてっていうか、雨からこう話がどんどん進んでって、なんかどうしてその話になるんだろうって途中で聞かれましたね。やっぱりこう2人でいると恥ずかしくなるから、ちょっとこう気落ちなんていうかね、恥ずかしがり屋さんなんだ。照れ隠しに喋ってる。わーっとこう
くみたいな。まあ最終的にはテレ屋だとそういうことです。テレ屋さんでした。すごいテレアス。そこに落ち着きました。はい。はい、ということですげえな。以上クローズアップのコーナーでした。でした。はい、こちらのコーナーではですね、我々の活躍を、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。見ていきたいと思います。はい、まずはこちらのシーンです。どうぞ。あ、もう死ぬんじゃない？死ぬんじゃない？また死ぬんじゃない？いやー、おいだったらこんなの黙ってられないよ。グッとこう掴んだりね。そなたとおぼろとの祝言。あ、俺だ。我ら見ることかなわぬ。かなわぬ。観念しよったか。なぜならなぜ今よりそなたが先に死ぬからじゃ。目を塞が悪い顔してる。本当だ。源助様。よい。出ますよ。出ますか。出ますよ。必殺技が。ええ。きたー。って振り向いたら。氷がビーム。いやでもそっか、このシーンは一気じゃなくてじわじわなんだ。怖い。怖い。痛いじゃねえな、本当な。一言ながら。強い。はい、ということで、はい。氷馬、ついにみたいな。あ、もう2回目ですね。まあまたうっかり天然っていうことでね。あ、うっかりですね。何度目だ。何回目だろう。時って3回目ですよね。3回目か4回目ですね。確か僕は予告編で三度どうのこうのって言ってますから。あ、じゃあ絶対そうです。すごい覚えてますよね、宮原。いやあらゆること。いや全部覚えてるわけじゃないですよ。その三度なんだか全名が多分その3回目に控えるってことだから、多分あれは3回に死ぬんですよ。すごい。すごい。いやもっと褒めて。はい、じゃあ続いてはですね、こちらのシーンをご覧ください。どうぞ。また暗いシーンですね。この輪はずっと暗いですよね。なんだよね。目を凝らしてる。初野くんだ。小四郎だ。畑野くんだ。畑野くんだ。こういうやりながらやってたとこ。いい声。彼叫ぶときになんか下がるんだよね。そうそう。マイクから外れちゃう。ご無事か。どこへ行く。ここ結構こだわってましたよね。何回か撮り直しして。ここドキドキした。結構この夜のシーン、2人の戦いのシーンすごいドキドキした。なぜ甲賀を憎んでおるのと。悩む若者。あ、まあね、おぼろ様ばっかり。そうそうそう。秋姫さんのことは思い出さない。すごい。でこれ小四郎の妄想だからおぼろちゃんがキラキラしてるんですよ。妄想です。そう。いやもう一瞬も思い出してもらえなかった。本当ですよね。多分自分もなんかちょっと美化ね。かっこよくなってるの。俺がふざけんなよみたいな。普段はね、こんなね優しい言葉なんかかけてもらってないんですよ。妄想だからね。もう勝手に脳内で付き合うことになる。脳内で付き合う。脳内恋愛で。若者ですから。若者ですからね。はい、ということで、氷馬と明絹っていいカップルじゃないのかな。だから大人同士でね。お父さんとお母さんみたいな。そこまで言っちゃいます？ああ、お父さんとお母さんね、誰のみたいな。明絹はでもダメなやつが好きっぽいじゃない？そうなんですよね。それ年齢が下でも関係ないですか？私。いやでも明絹としてですよ。明絹としてね。あ、いけない。明絹はあんま関係なさそうだったよね。でも下の方がいいみたいな感じ。ということでね、続きましてはですね、その18話からその愛しの小四郎さん、小四郎の我が師匠氷馬とのシーンですよ。こちらを見てください。どうぞ。飛んできた。来た。月をバック。すげえ。でもこれある意味一番ドキドキする戦いかも。すごいドキドキしたもん。
すごいドキドキしたここ。お互いこうね目の自由バレてる状態ですからね、あ俺の場合は状態が普通だからね、でもね聞かないっていうのがあるから。だって私たち台本読んで先とか知ってるのにドキドキしました。いいよ小四郎。これな見えると思っちゃったんだよな氷馬ビーム2出たあしまった小四郎ハリケーンが来てしまったいろいろ考えるんだね俺。俺？そうこう時間差を使ってちょっと遠目に投げてみたいなこれはすぐ落ちないからこれをヒュッくるくるって戻ってこなければね。1で土佐で2今じゃふりゃ鎌だ。これね耳さえってそう小四郎ブーメランにやられてしまったね。小四郎ハリケーン食らってなければそう今のは防げたんです。そうなんだよければ多分小四郎に刺さったんじゃないのかな。ああ気づかなかったまるでねかっこいいんだよなでもこっから。はいということでですね、はい、ドキドキのシーンでしたけども、手に汗握るね氷馬ビーム VS 小四郎ハリケーン。本当ね相手の状態が分かんないからね、お互いに分かんないっていう分かんないからそこがドキドキする。本来だったらその見えない状況に関しては氷馬のがね、絶対有利なはずなんだけど、小四郎ハリケーンによって耳を塞がれてしまった、方向がね、小四郎ブーメランさえ来なければねそのまま切ったのに受けないよかったんだよね。そう小四郎ハリケーンを受けてなければかわすなりなんなりで多分勝てたんですよ。はい、ということでですね、はい、続きましては、もう多分感動のシーンですよ。僕はすごい大好きなシーン。こちらを皆さんに見ていただこうかと思います。はい、どうぞ。本当ね脚本家の方に「山さん来週室がすごいですよ喋りますよ」とか「そうなんですか」ってでも小四郎と戦ってるのにそんな喋りました？いや回想シーンなんですか？どこで？いやこうやられてからこう倒れるまでのこの間にぐーっとどれぐらい15分間みたいなわしには無用だ。すごいなすごい走馬灯みたいなこれ同日の片鱗がワンワンが出てきますよ。ワンワン今はもう絶滅した日本オオカミ。狼なんですかね。多分日本オオカミだと思うんです。これも上の用心。用心。あいつ何でもこのやるね。狼？この目ちょっとだけ天然っぽいんだよな。死んだ時の。そうそうあの時と同じ目ですよね。天然も頑張れば出せた。勘弁してくださいよ。無敵じゃないですかそれ。本当に無敵。死なないし。やめてあげて。ございませぬか。危ない。ドキッとしちゃう。もう心眼が開いた瞬間ですよね。パンですか。氷馬。目隠しを取ってご覧なされ。いやわしには見えるぞ氷馬。これが世の断りか。さようにございます。何なんだか分かんないけど。なんか不思議な視点。この太陽黄河だけでなく伊賀の唾隠れも一応ね同じ同門として暮らしておるの同日派みたいな。それが派閥。それが世の断りになれば。氷馬かっこいい。同日だけおっしゃったのかな。体術教えなかった。ああついに。下され玄之介様。氷馬。はいということで、この師弟の絆がなぜここまであるのかというねこれを見ていただければ。もう朝からね最後のセリフ言うのがねもうドキドキして夕方ですよ。ああ来る前に。来る前そうスタジオのそうドキドキしてすごいいいセリフですよね。いいセリフね。そう生きてくだされ玄之介様。また途中から
こうね兄さんに変わったじゃないですか。なぜか。なぜか。でそれでこう修行してきたっていうのが年月がねこっちでもそれをちゃんと見られたから、最後の生きてくだされと氷馬って一言が泣けるんですよね。泣けた。だって何年間も要はずっと絶えず一緒にいて、で絆がどんどん強くなってっていう。で他のシーンとかではですね、さりげなく18話、陰陽座のそうなんですよ。黒猫さんが出てたり。そうだそうだ。あの時ね、スッと入ってきましたよね。それまでねスタジオに裏でそう見学されてて、上手でびっくりしちゃう。さあどこのシーンだったかわかるかな？なるほど、そういうの探すの楽しいですよね。ということで、名場面のコーナーでございました。はい、こちらのコーナーでは皆様からいただいたメールを紹介したいと思います。はい。ということでまずは私から出てお願いします。こちらはですね、埼玉県の霧隠れ雲隠れさん、第18話無名仏行。盲目の忍者対決で負傷した兵馬が玄之介と過ごした日々を回想する場面が印象的です。同僚の孫らしく幼くも小生意気な玄之介との出会いから始まり、重ねた修練の日々、野にいて雅を忘れず、そんな風情を漂わせもどかしいくらいにじっくりと教え導いていく兵馬と、反発しながらもまっすぐに成長していく玄之介、塞がれた目で太陽を見つめる師弟の絆に感動しました。これが世の断りなればああ、兵馬にも生きていて欲しかった。殺されてなお立ち尽くす姿に一体幾筋の涙を流したことかということで、ありがとうございます。やっぱあのシーン好きだって言ってくださる方本当多いですね。だってよかったもの。よかった。私も大好き。あのシーンが。じゃあはい、じゃあ続きまして。鳥海さん、早水さん、渡辺さん、宮林さん、こんにちは。じゃあこんにちは。バジリスクの DVD が毎月発売されるのを楽しみにしている伊賀のおでんです。これ名前か。今回じゃないんだ。公式サイトでお便りを募集しているとのことで早速書かせていただきました。バジリスク最高ですね。その中でも特に私のお気に入りは室賀兵馬です。ほら来た。形気ない。他のキャラクターが割と熱血であまり物事を考えずに行動しているのに対して兵馬は沈着冷静で落ち着いた物腰、そして感情に先走ってしまう仲間、特に陽炎を戒めてしまう様には男の私も思わず惚れ惚れしてしまいます。第18話では玄之介との過去のお話が描かれていて、兵馬ファンの私としては至福の時間を過ごすことができました。出演者の皆さん、スタッフの皆さん、本当にありがとうございますだそうです。でもやっぱ男性から見てもね、兵馬ってやっぱかっこいいんだ。かっこいい。本当だ。すごいよくわかるな。そこら辺がね、最初プレッシャーだったんですよね。本当に。いや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 、師匠。支障がないように喋ろう。あ、じゃあよろしく。すいません。支障があったようですね。では最後のメール、僕の方から読ませていただきます。タクさんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。特典 DVD バジデイスクも楽しく拝見しております。はい、ありがとうございます。さて、放映終了から何ヶ月も経っておりますが、DVD リリースを心待ちにしているには訳があります。それは夜間戦闘の回を早く見たんです。あ、まさに今渡辺が見たんですね。放映時、毎回なぜか電波状態が悪く、特に兵馬対小城の回など本当に何も見えずああ、何が起こっているのと音声だけしか分からないテレビに必死にかじりついていたものです。かっこなきと。ということでリリースを毎月楽しみにしております。作品制作としてはもう終わっておられますし、関係者の皆様もすでに次のお仕事でお忙しいと思いますが、一視聴者として一ファンとしてまだまだ応援させていただきたいと思います。それではありがとうございます。いや、まだ終わってないんです。実は終わってないんです。絵の方のスタッフさんそうまだ実はね、なんか DVD になるとさらにこう絵がめちゃくちゃ綺麗になって、あれだけ綺麗だったものがさらに良くなるという。こういうなんか視聴者の方々からこういう反応がね、あるとすごい嬉しいですね。そうですね。これからも募集しているんですか。どしどしも。どしどし。はい。ということで宛先を。はい。宛先はこちらまで。こちらまで。どこでも好きなところに出ます。お好きなところに。じゃあ宛先はこちらまで。微妙な位置ですね。
隠れキャラいないんですかね。あれはジンゴロだけじゃないジンゴロこことかいそうだけどね。ね、なんかね、なんか勝手に書き込んでた人いましたけどね現場でジンゴロそうそうこう足してるみたい足してるみたいなことする天然様じゃないですか。な。ケンさんもね裏も必ず書いてたから。同じ書いてた書いてた。林さん上手絵うまいんだようまい。誰だ。ほうきんに。また忍びが来ましたよ。毎回ね。お題です。お題。絆について語れ。まあこれでも全体通してまあそういうお話なんですけども、特にいろんなね今回は絆が。今回はこの師弟の絆っていうか、僕はね特にそのアニメ版バジリスクを見てっていうかやってこの2人の関係っていうのがまあ師弟を超えて実はね息子みたいに僕思ってると思ってたんですよ。ずーっと付き合ったからもう多分結婚もしてないし子供ももちろんいないし。で自分のお姉様の息子でしょ、だから多分ね子供の頃から自分の息子のようにこう接してきてで来た時にあよかったなって一瞬思ったんじゃないかと思うんだよね。いや本当こいつか僕が鍛えるよしよしよしってあれお互い掛け合ったらどうなるんでしょうね。僕目見えないから大丈夫ですそうそうそうそれを俺がまたさらに同日返し同日返しの同日返し返しみたいなひたすらなんかガン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 ってわけわかんない絆といえばねやっぱりもう本当にストーリーずっと通してもう猿之助とおごろじゃないですか。まあそこもありますしね、そこからいろいろな派生するだってそれぞれカップルが別個にいたりとか、町田にもねいますしね。カップルなれなかったけどでもおぼろ様との絆もあるし、すごいそこも強いし、兄弟の絆だったり、あとやっぱりおげんと男女男女の絆っていうのはすごいと思いますよ。そうだね。あとお互いね独身を通して養子をもらってだからすごいよな。まああなたは誰とも絆を結べませんでしたけどね。かわいそうだったね。はーい。私一番だってかげろうが一番悲しい女の人だなって思う。悲しさだと結構いい感じですよ。いや明木よりかげろうのが悲しいよ。好きな人とは絶対結ばれないそうっていう運命だから。で敵の憎むべき敵とそういうなんかまぐわいみたいなことをしなきゃいけないっていう使命も負ってるわけじゃん。こんな悲しい人はいないなと思って。しかもその時必ず自分が高ぶらないといけないので必ずそう猿之助を思い描いてる。そうそう。あれねすごいね。玄之介さんもちょっとキラキラしてましたけどね。妄想妄想だから。妄想多いなみんな。まあほらテレビとかない時代ですからなんか妄想ぐらいじゃないとね。時間潰すとかなんか何しようか今日暇だなちょっと妄想するかそれで意外とずっとこうやってんのかってこうやって妄想して。そうですよ。もういろいろとこう僕ね多分室賀兵馬もこう妄想しながらで難しい顔してればなんか多分資料深い人だなと思われるけど実うわはいろいろ考コアが最えて悪。まあでも本当にいろいろな絆がありますけども強引にまとめようとしている。しょうがないじゃないかまとまらねえよ。やっぱりね絆がいっぱいあるからそれぞれの立場での絆皆さんも絆を大事にしてくださいね。ということで綺麗ということで全く絆についてほとんど触れられなかった、テーマトークでした。続いては陰陽座さんのコーナーでございます。今回はどんなお話でしょうか。どうぞ。こんにちは、陰陽座のベースボーカルまたたびです。ボーカルの黒猫です。いつも自分がこう歌でレコーディングしてる時とは全然勝手が違ってすごい緊張したんですけど、でももうとりあえず本当に本職の皆さんに混じってなのでもう迷惑だけはかけないようにと思って頑張ったんですけど、なんとか NG も出さずにうまくいってよかったなというふうに思います。本当に光栄でした。体はちっちゃいんですけど結構おっさんっぽいのぶとい声を出せるので声で言うならもうね、なるほどね。
いや私ちっちゃいっていうところだけで小豆労災かなと思ったんですけど、どっちにしてもおっさんもしくはじいさんでもねすごいちょっとそれだとあまりにもかわいそうかなと思ったので、いや本人小四郎が好きだって言ってたのでやらせてあげてもいいかなって思います。でもね、でも招きはおっさんキャラ萌えって言ってたんで、言ってた言ってたんで、美濃年季か小豆労災。あ、わかりました。はい。天然なつかみどころのないキャラが、多分ね、左衛門。あ、同じだ。私もそう思った。なんかこうなんかつかみどころないから、こうね、ところによりにわか雨みたいな感じで、そうですね。違うなんかこういろいろね、キャラが変わる感じでいけないかなと。そうですね。そこがあったっていうのは面白いですね。チャカチャカっとしたところがあるので、関西弁でヤシャマルとかどうかなと。ああ、キャラはそうかもですね。証言てめえは殺すっていうのを、割と頭かち割るぞみたいな感じでこう。なるほどね。言う。私はですね、寅さんはですね、最近頭髪の方を気にするキャラということで、すぐね、なんか言われた誰がハゲやねんっていう決め台詞があるんですけど、せめてね、配役ぐらいはふさふさがいいかなと思って美濃年季をやらせてあげたいなっていうね。髪の毛があるって素晴らしいみたいな感じで。髪の毛だけじゃないけどね。まあね、他にもいろいろですけど。ふさふさだけど。はい。しつこいようですが、陰陽座のベストアルバム「陰陽珠玉」が、絶賛発売中ということで、そちらをぜひ聴いていただきたいんですが、5月の末から、約半年、もう約というより正味半年間かけて、全国全都道府県を回る全国ツアーをやります。タイトルは「生きることと見つけたり」というタイトルでして、生きるイコールライブ、この陰陽座はライブなのだということと見つけたり見つけなかったり、いや見つけたんですが、見つけたということで、お近くの町に現れた時はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、陰陽座さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。また大切な仲間が行ってしまいました。はい、今回は甲賀の室賀兵馬さんお一人です。はい、ということで、では兵馬さんを忍んでですね、はい、献杯をしたいと思います。じゃあ皆さん献杯。献杯。兵馬殿、生きてくだされ。源之助様、本物だ。本物だ。当然だけど本物だ。はい、ということでですね、ついに甲賀の重鎮も行ってしまいました。待ってるよ。はい、では室賀兵馬さんのご冥福をお祈りいたします。はい、ということでエンディングでございます。はい。はい、いかがでしたか。いやとっても楽しかったですけども、どうですか。いやだからもう兵馬さんとこう並んでることがもうずっと不思議で不思議で、実はもうこの左半身緊張しっぱなしなんですよ。不思議だなと思って、でしかも甲賀の人でしょ、みんな。甲賀だらけ。そうか。イエス。そうですよね。そうなの。だからなんかちょっとね、なんかもぞもぞしちゃう。はい、ということでね、今回はこのお二方を招いてやってきたわけですけども、次回はねどうなるんでしょうかね。ここから本当に怒涛の急展開ですから、はい、では恒例のバジリスクを、はい、いきます。かげろうの入浴シーン見よ兵馬。源之助。意味わからん。
素晴らしいな。要は楽になっちゃえよってことですよ。そうなの？何この視点。だからもうそんな格好つけてないで楽になっちゃえよ。見たくて見れないんだよ。そうなんですよ。心の目で。心眼で。世の断りなればみたいな感じ。では続きまして、いきます。牛蜜に同じ月見湯西東。これすごい真っ暗だったじゃないですか。でいやなるほどね。で真夜中っていうのと見えなくて目の前が暗いっていうのをかけて、でおぼろ様を思ってたり、こっちはこっちで玄之介さんを思ってたりで、なんていうんですか、大将というか、を思っているのは、まあ伊賀も甲賀も同じだったよねっていうことです。えらい違いですね。毎回そうなんですよ。素晴らしい。続きましてですね、いや宮林さんの番ですよ。兵馬殿。氷馬の目見たとき天前100年目氷馬満飛。17話からですかね。はい。まあ目だけしかかかってないんですけど、すいません字が汚いもんですからこれ以上は書かさせて出しやすくなったところで最後にオチです。押せないよ。こう来たらねオチです。困ったね。お願いいたします。お願いします。小四郎殿、もっと明け絹かまってよ。切な。この鎌のところをかけてみました。これとねはい。でさらにいつも夜ねご飯食べ行くときにミサさんは釜が大好きだった。そうですね、マグロの釜。マグロの鎌が好きなんです。ひどいやつでしたからね。本当ですよ、旗の目。本当ですよ。旗のやつね。頭のやつね。話題に上るな。そうなんですよ。いないのにね。一番多分名前出るよね。あ、そうなんですか。ラジオでも何でも。とにかく人気者でしたね。人気者です。ということで、ね、また時間でねお会いしたいと思います。それでは皆さん時間までさよなら。